はい、こんにちは。山下夏実です。7月25日土曜日。今回はスキムボード大会で三重に行った際の前日練習の映像となります。2カ所で練習を行っていきまして、最初、大会会場いちご浜を見た後、あまりすごいいいっていう条件ではなかったので、ここ南張ですね、南張海岸に着いて、実際ちょっと波チェックしてみたら少しいい波来てたので練習をしていきました。最初の午前中1ラウンド目のポイントとしてね、引き切りの時間から、入っていきました。湘南にはなかなかない波質かなって感じでしたね。形はかなり綺麗に来てて、メインは右から左に向かって割れるので、フロントサイドを僕は狙っていく感じでやっていきました。あとは大会対策でトリックをやっていく感じです。めちゃめちゃロケーションがいいビーチでしたね。水も綺麗だし、波も悪くないからね、こういう結構派手なライディングとかもできる感じではあったので、大会対策としていろいろやるにはね、もってこいの波だったかなっていうふうに思います。特にフロントサイドに関してはやっぱかなりいい練習できたかなっていうふうに思います。レールの入れ方だったりとか回し方とかをね。でこの海岸はね、ちょっと入ってみて気づいたんですけど、砂利が多いっていうのもあったんですけど、自分が普段入ってる平塚に比べてサンドドロップが走りづらいっていうのがあったかなっていうふうに思います。ただそれがちょっと砂利の影響なのかは分かんないんですけど、そういうちょっと差を感じましたね。逆にそうやったところでどうやって加速させればいいかとかもちょっといろいろ試しながらできたのは良かったかな。砂質違うだけでもやっぱこんだけ違うんだっていうのをね、感じながら練習しましたね。あとは他のポイントでも結構いろいろあるだろうけど、サンドドロップの距離がね、波によってねすごい短かったりとか、そこの差が結構あったですね。セットが入った後とかは結構スキムゾーンが長くていい感じに加速させやすい部分もあったんだけど、インサイドで狙おうとした時に結構スキムゾーンが短くて、加速する前にもう波に到達しちゃってうまく合わないみたいなパターンもありそうだし感じはしましたね。なのでいろいろちょっとトリックとか、狙うラインとかも調整しながらこの辺はやっていってます。バックサイドラップ、フロントサイドライナー、あとはトリック系のライディング一通り試しながらやっていきます。このフロントサイドとかもかなりいいね。緩く乗る波からコンパクトに回す波まで一通りあったのでね。でたまにこういうアウトもあったし、もう一声パワーがあればよりいいかなっていう感じではあったんですけど、おそらく大会の波的にかなり小波トリック系になることがもうすでに予想ついてたので、そういう対策を頭に入れながらやっていく感じ。このライナーは良さそうだね。ナイスライディング、かなりいいと思います。このスプレーもやばいね。ナイスだ。相当綺麗にレールが使えてます。
この日はねかなり気温も高くて、練習条件的にはねもう熱中症に注意しながらやるって感じでしたね。まあ大会前日なんでね疲れも残さないようにと思ってたんですけど、まあ、なかなか体力を持ってかれる条件でしたね。気温的な部分でも、まあ波とかも意外と走る波が多かったからね、パワーがないからその分走って加速させようっていうのがあったので、いいですねこのフロントサイド180。リッピングからビッグスピン、ナイスコンビネーション。こういう合わせ方をねとにかくそう試していく感じで、このライナーもかなりいい感じです。普段平塚でやってたら体験できない系の波だったね、間違いなく。イメージとしては去年の秋頃に行った宮崎の延岡下阿蘇海岸にイメージは近かったかなっていうふうに思います。なかなかこの平塚だと、まあ、こういう波質も来たりはするけど、そのパワーのある位置とかが大体違うんでね、ビーチによって結構先端に行ったりとか根元で当てたりとかの差が結構激しくて、なんかマシンウェーブ的な形でかなり安定して波は来てたんですけど、その波の中でも一個一個ベストポジションがかなり毎回違ったので、そこをね探しながら乗るっていうのがね重要だったかな。少しでも外れちゃうと置いてかれたりとか、まあ、逆言えばドンピシャで会えば結構流せたりとかはあったかな。このフロントもいい感じですね。これ惜しいですね。うまく飛びたかったけどタイミングがギリギリ合ってない。インサイドコナミビッグスピン、いい感じですね。テイクオフフロントビッグ、いい狙いだね。3ショービットからラップライン、ナイスライディング。さあこれは飛ぶかな。ビッグスピンかなり高いのを狙いましたが、これはテイクオフフロントビッグからのスイッチ状態でのリッピング。このリップのワンアイテムもかなり高いですね。これはスプレー狙いだけど少し抜けちゃいましたね、惜しい。そしてアウトサイドのラップライン、ナイスライディング。本当はねここでもう一声パワーとかサイズがあるか、もしくはねブレイクの質がもうちょい良ければね相当いいライディングが狙えるかなって感じだね。この辺も2本連続でラップラインアウトいきましたけど、このレールの入り方は悪くないですね。フロントサイドこれはレイトでスピンしてラップラインだね。アプローチのスピナーを結構レイト目でかけた感じだね。実際ならもうちょい早くかけて、いつもだったらトリックをかけるんだけど、スプレーターン狙いで少しレール抜けましたね今のは。スピナーからラップ、ナイスライディング。
いい感じですね。インサイドのラップラインですね。今度はいろんなタイミングと場所で狙っていく。これも前出たいとこだけどね、惜しい感じだね。インサイドマークツイスト、いいですね。完璧なダブルグラブ、ビタ着。これはライナーワンアクションかな。ボードスライド気味にフローター。こんな感じでね、1ラウンド目南張海岸で入ってった感じで、ここからね少し潮が乗ってきた時間に大会会場いちご浜の波チェックをしに来て、大会会場予定地のあたりに一応この時は2名ぐらいかな、スキムボーダーがいて、実際少しできそうだったっていうのと、大会は絶対この時間あるなっていうのがあったので、少し練習していきました。やっぱ実際大会会場でねしっかり練習するっていうのも重要なので、かなりいい感じに練習はできたですね、間違いなく。いろいろトリックなりリッピング、再生波であったりとかね、その辺を狙っていく感じで、あとはねこの時点ではね何本撮りかも左右何本撮りかも分かってなかったので、しっかりフロントとかも狙っていきながら左右しっかりどういう波になってもいいようにね対策してます。このいちご浜はね実際やってみて気づいたんだけど、結構両サイド波来るんですよね。レギュラー波も来るしバックサイド波も来るしみたいな、レギュラー波グーフィー波か、もう両方来るみたいな感じで、ややレギュラーバックサイドの方が狙いやすい波は多いかなっていう風な気はするんだけど、しっかり両サイドがね練習できるビーチっていうのはなかなか少ないと思うので、いい練習だったね。これねこのビッグスピンで肘痛めたんですよね、今の着地で手ついた時に。なので、結果靭帯を軽く痛める感じで、大会はね無事優勝できましたけど、この時点ではねかなり痛みはあったんですね。力が入んなかったね。また大会前日インタビューを受けたりとかしながら、会場で、この時点でもうね肘痛めてたんで、どの動きならできるのかとかもちょっと試しながら、練習していきました。調整っていう意味ではね、そう、怪我しないことも大事だけど、自分が何ができるのかっていうのがね、そうこの波だったらこういうのが狙えるなとか、こういう狙いをしていく必要があるなっていうのを気づくために前日練習をしているので、やりやすそうやりにくいだけじゃなくて、しっかり全部その辺は試しながらやることがすごい重要だ。基本はなんかライナー側にこの日は開いてるような感じだったんだけど、僕もしっかりラップが狙ってたし、こんな感じでしっかりその辺一通りを練習するっていうのはねすごい重要かな。ナイスビッグスピン、かなりこの今回入ってった2ポイントはね、もうロケーションも良くてスキムボーダーも結構盛り上がってて、大会前日っていうのもあったとは思いますが、かなりの人数いたのでね、僕的にも、かなりいい交流ができましたね。いろんな人のライディングを見ながら、こういう波こういう風に飛んだみたいな感じでね、ちょっといろいろ見ながら、じゃあ自分ならこういうことやれんなみたいなのを確認しながらですね、特に今回練習してて
塩が多少乗ってくれば絶対今みたいな再生波インサイドで、ラップとは言わなくても流せるラインがあったりとか、大会では結果的にライナーで流すよりラップの方が僕は多かったですけど、こういうラップラインをねしっかり探しながら乗るっていうのをねもうある程度フィールとして確かめてたので、それは良かったかな。この辺りはどんどん潮が乗ってきてていい感じに、ちょっと波にパワーがあった感じだね。巻いてる巻いてないはとりあえず置いといて、パワーがあるから当て込むことはできるみたいな感じでね、おそらくこの潮の一応満潮に近い満潮直前ぐらいにファイナル大会ファイナルだったら噛み合うんじゃないかなっていう、読みでちょっとファイナルはレベル絶対高くなるんでね、その大会の中でも。じゃあそこでやっぱ自分が他の人とちょっと違うライディングを見せるにはどうしたらいいかっていうのを意識しながら練習しましたね。間違いなく今回遠征行ってね、久々の西日本の大会だったので人も多かったっていうのはあるけど、この西日本のビーチで僕もうかなり久しぶりにね、練習しましたけど、やっぱね今回行って思ったのが、やっぱいろんなビーチでほんといろんな練習をしないとね上手くなれない。やっぱ決まったとこだけでやってるとねどうしてもレベルが上がりづらくなるなっていう気がしましたね。なのでしっかり、なんか機会とかがあったらねぜひ、トリップなり大会出場するなりでねいろんなビーチで練習することもねすごい大事だなっていうふうに思いました。今回ね本当に遠征でいろいろね声をかけてくださった皆様ありがとうございました。ぜひまたねこの場に戻ってスキムしたいなっていう気持ちもあるんで、その時はよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。